始まりました。レイトナイトジャパニーズチャットです。どうも、のぞみです。みさきです。のぞみ聞いていい？何？最近また本を買っちゃったんだよね。また？何冊目？今月で多分7冊。7冊？読んだの？まだ1冊も読んでない。それ積んどくじゃん。そう、まさに積んどく。で、待って、のぞみも知ってる？積んどく。もちろん知ってるよ。私もやってるし。本棚の半分くらい積んどくかも。なんか安心した。じゃあ今日のテーマは積んどくにしよう。いいね。日本語学習者さんにもぜひ知ってほしい言葉だよね。積んどくって日本語にしかない表現でさ、海外でもそのまま使われてたりするんだよ。そうなの？そうそう。今日はその辺も詳しく話していくね。よし、行ってみよう。まず、積んどくってどういう意味？改めて説明してみて。はい。積んどくは本を買ったけど読まないまま積んでおくということ。漢字で書くと積むと読むを合わせた言葉なんだよね。積むは物の上に物を重ねるってこと。スタックするイメージ。そう。本を重ねて積んでいくでしょ。で、読むは読書の読む。この2つをくっつけて積んどく。かわいい造語だよね。これ実は結構古い言葉で明治時代からあるって言われてるんだよ。明治時代？そう。100年以上前。もともとは積んでおくと読むをかけた言葉遊びみたいなのが起源って説があって。じゃあ昔から日本人は本を積んでたってこと？そういうこと。人間って変わらないよね。確かに。本が好きな人はいつの時代も積んじゃうんだね。で、読み方も少し面白くて、積んでおくの積んでが縮まって積んになってるの。だから積んどく。積んでの手が消えた感じ？そうそう。交互で縮まった形。日本語ってこういう省略よくあるよね。読んどくとかも読んでおくが縮まったやつだよね。まさにそれと同じ。積んどくが積んどく。なるほど。ちゃんと語源があるんだね。じゃあ次のテーマ。なんで人は積んどくしてしまうんだろそれ私めちゃくちゃ考えたことある。う。さすが積んどくユーザ私が思うのはさ、本を買った瞬間に読んだ気になっちゃうんだよね。わかる。書店に行って気になってた本を手に取ってレジに持って行って、その時点でなんか達成感があるというか。この知識は手に入れたみたいな感覚？そうそう。でも実際はまだ読んでない。心理学的にも所有することで満足するっていう現象があるらしくて。なんかそれ聞いたことある。あと、いつでも読めるっていう安心感もあるんだよね。本棚に本があると、いざとなれば読めるって思えて、それだけで落ち着く。わかる。本って一種の保険みたいな感じかも。保険、いい表現。読まなくても持ってるだけで安心できる。でもそれ読まないと意味ないんじゃって気もするけど。それが次のテーマにつながるんだよね。積んどくって本当に悪いことなのかって話。深い。でもその前にもうちょっと積んどくの話を続けようよ。そうだね。次は海外の話をしよう。実はね、積んどくって日本語の言葉が英語圏でそのまま使われてるんだよ。ローマ字のまま？そう、積んどくってスペルで、海外のメディアや辞書でも紹介されてて。英語に翻訳できないから？そう、それが大きい理由。英語だと一言で言えないんだよね。確かにそんな単語英語にないよね。概念はある。でも言葉がない。だから日本語をそのまま借りた。それって日本語が誇りだよね。なんか嬉しいよね。海外の人のコメントとかを見ていると、積んどくって言葉を知って自分の行動に名前がついた。これが自分のことだって言ってる人がすごく多くて。名前がつくとなんか安心するよね。自分だけじゃないんだって。そうそう。言葉って概念を共有する力があるんだよね。日本語を学んでいる人が積んどくを知ると、日本語の言葉の豊かさを感じてくれそう。きっとそうだと思う。しかも積んどくってなんか発音も可愛いじゃん。確かに積んどく言いやすいよね。皆さんもぜひ使ってみてほしい。友達に私積んどく中って言ってみて。日本人に通じるし、海外の友達にも積んどくって言えば通じるかもしれない。一石二鳥。本ってさ、買った瞬間が一番テンション高いよね。それ絶対そう。本屋から出た瞬間が一番早く読みたいってなるけど、家に帰ったらなぜか読まない。なんなんだろうね。次、本棚が育っていく。育つ。本棚が成長するイメージね。読んだ本より読んでない本の方が増えていって、本棚がどんどん大きくなる。ある。うちの本棚の上にも積み上がってきてる。あとさ、同じ本を2回買っちゃうことある。
持ってるの忘れて買って家に帰ったら同じ本がすでにあったみたいな。あるある。しかもそれ読んでない本だったりするんだよね。そう、なんで持ってたのに読まなかったんだってなる。もう一個、読もうとして違う本を読む。あ、それある。よし、積んどくしてたこれを読もうと思ったのに、なぜか別の新しい本を読み始める。新しい本の方が誘惑が強い。積んどくが積んどくを生む。無限ループ。でもさ、積んどくって悪いことだと思う？正直ちょっと罪悪感はある。読まないのに買うってもったいないかなって。わかる。でもね、面白い考え方があって、積んどくは知的なストックっていう見方があるんだよ。知的なストック？本が手元にあるってことは、いつでもその知識にアクセスできる環境があるってこと。読んでなくても、その本の存在が自分の選択肢を広げてくれる。なんかちょっとポジティブ思考な気もするけど。まあそうかもしれない。でも実際、必要な時に手元にあるって大事じゃない？例えば仕事や勉強で急に必要になった時、積んどくしてた本がすごく役に立つことってある。あ、それはある。あ、これ持っててよかったってなるやつ。そう。だから積んどくは知識の保険とも言えるかも。今すぐ読まなくても将来の自分へのギフト。将来の自分へのギフトか。なんかその言い方すごく好き。あと、本を選んで買う行為自体が自分はこういうことに興味があるという自己理解にもなるよね。確かに本棚を見るとその人の興味や価値観がわかるって言うよね。積んどくの本棚はその人の知りたいことの地図かもしれない。素敵な表現。じゃあ積んどくは恥ずかしいことじゃない？全然。本を買いたいと思う気持ち自体が知識欲の証拠だから。確かに本に興味がない人は積んどくしないもんね。そういうこと。でもさ、みさき、積んどくしてる本って読もうって思うことあるの？あるよ。めちゃくちゃある。思うだけで読まないけど。それが問題なんだよね。でもさ、今日こそ読もうって決意する瞬間ってあるじゃん。本棚を見て、よし、この本にしようってなって。あるある。ページをパラパラってめくって。そう、パラパラってやって、で、なぜか別の本を開いてる。わかりすぎる。そのパラパラが一番危ない。そうなんだよ。ちょっとだけ確認しようのつもりで別の本に引き込まれる。で、次の日には明日読もうになってる。明日読もう。これ、積んどくユーザーの呪文だと思う。呪文。明日読もう。今週末読もう。連休に読もどんどん先延ばしになっていく。で、また新しい本を買う。う。無限ループ。でもさ、そのよーって思う気持ちは本物だよね。そうそう。忘れてるわけじゃない。ちゃんと気になってる。ただ、タイミングが合わない。いつか絶対読むが本棚に並んでるみたいな感じ？そう。積んどくの本ってさ、捨てられないじゃん。捨てられない。読んでないから余計に。いつか読むからって手放せない。ある意味、未来の自分との約束が本棚に積まれてるんだよね。なんかそれちょっと切ないね。そういうと急に悲しくなるね。でも皆さんはどうですか？今度こそ読むって決意したけど、結局読めてない本ありますか？コメントで教えてください。その本のタイトルと、いつ読もうと思ってたかも一緒に。じゃあ今日のまとめをしようか。はい、今日は積んどくについて話しました。積んどくは本を買ったけど読まないまま積んでおくこと。明治時代からある言葉で積むと読むを合わせた造語。海外では積んどくとしてそのまま使われていて、英語に翻訳できない日本語の概念として注目されてます。積んどくは罪悪感を感じることもあるけど、知的なストック、将来の自分へのギフトって考え方もできる。本を選ぶ行為自体が自分の興味や価値観を知ること。だから積んどくは恥ずかしくない。積んどくユーザー、堂々と生きよう。そうそう。皆さんもぜひコメントで積んどくの冊数を教えてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。今日もありがとうございました。またね。またね。おやすみなさい。